いらっしゃいませ。凛とした声が静寂を破りました。声の主は一人の男性店員。寸分の狂いもなく着こなした黒のスーツに完璧に整えられた髪。胸にはゴールドのネームプレートが輝いています。彼の名は高坂。本店でトップの成績を誇るエリート販売員でした。高坂の目は、美咲の頭のてっぺんからつま先までを、まるで査定するかのように、一瞬で舐めました。その目に浮かんだのは、歓迎の色ではありません。それは、明らかに、軽蔑の色でした。美咲は、そんな視線には気づかないふりをして、ゆっくりと店内を歩き始めます。壁一面に飾られた、最新コレクションのバッグ。ガラスケースの中で、繊細な光を放つジュエリー。その一つ一つを、彼女は、愛おしむような眼差しで見ていました。まるで、旧友に再会したかのような、懐かしむような、そんな表情で、彼女が棚に置かれたシンクのハンドバッグにそっと手を伸ばそうとしたその時でした。お客様、背後から低く冷たい声がかけられます。そちらの商品に何か、その声にはトゲがありました。触れてくれるな、という無言の圧力が美咲の肩にのしかかります。とても素敵な色だと思って、少し見せていただいても、美咲は穏やかに微笑み返しました。しかし、高坂の表情は氷のように固まったままです。見るだけでございますか？その言葉はナイフのように鋭く、美咲の心に突き刺さりました。どうせ買えないだろう、という見下した響きがそこにはありました。周りにいた他のお客さんたちがちらりとこちらを見るのを感じます。空気は張り詰め、店の華やかな雰囲気とは裏腹に、重苦しい沈黙が流れました。美咲はこの時、心の中で静かに決意を固めていました。この男の接客を最後まで見届けてやろうと。そして、このブランドが抱える見えない病巣を確かめようと。彼女は高坂の挑発に乗ることはしませんでした。ただ、静かにこう答えるのです。いいえ、今日はいくつかいただこうと思ってきたんです。その言葉に高坂の眉がきくりと動きました。美咲の予想外の返答に高坂は一瞬言葉を失いました。しかし、彼はすぐにいつもの傲慢な仮面をかぶり直します。さようでございますか。では、どのようなものをお探しで？その口調は丁寧でしたが、態度は明らかにどうせ買えやしないと語っていました。彼は商品の詳しい説明をしようとはしません。美咲が質問をしても当たり障りのない短い返事をするだけ。まるで価値のない客に時間を割くのは無駄だと言わんばかりの態度です。美咲はそんな彼の態度に気づきながらも動じることなく店内を見て回ります。彼女は一つのスカーフを手に取りました。創業者がデザインしたブランドの原点ともいえる伝統的な柄のスカーフです。この柄、最近あまり見かけなくなりましたね。でも、やはり素晴らしいデザインだわ。独り言のようにつぶやいたその言葉に高坂が鼻で笑うのがわかりました。お客様、大変失礼ながら、彼はわざとらしくため息をついてみせます。当ブランドの価値はご理解いただいているお客様にのみご提供させていただいております。正直に申し上げて、お客様には少々不相応かと存じます。決定的な一言でした。それは職業人として決して口にしてはならない言葉。一人の人間に対する最大限の侮辱でした。店内の空気が完全に凍りつきます。遠巻きに見ていた他のお客さんたちも息を飲むのがわかりました。しかし、美咲は怒りを顔に出しませんでした。彼女はゆっくりと高坂の方を向き直り、ただ静かに彼の目を見つめ返しました。その瞳の奥には怒りでも悲しみでもないもっと深く澄んだ光が宿っていました。それはまるで全てを見通しているかのような絶対的な強者の光でした。彼女はふっと息を吐くとまるで何事もなかったかのようにこう言ったのです。そうですか。でも私はこれが気に入ったからいただきますわ。そして彼女は続けました。それからあちらの新作のバッグ。それとそちらのショーケースにあるネックレスも。今日はこれくらいにしておきましょうか。お会計をお願いします。彼女は立て続けにこの店で最も高価な部類の商品を次々と指さしていったのです。その総額はおそらく高級車が1台買えるほどの金額。お客様には不相応と言い放った高坂の顔からみるみる表情が消えていきました。彼の完璧な仮面が音を立てて崩れ始めます。まさか本当に買うとは。しかも
これほどの金額を。彼の頭の中は混乱でいっぱいになりました。目の前のこのみすぼらしい女は一体何者なんだ。会計カウンターはまるで法廷のようでした。被告人は店員、高坂。そして裁判官は客である美咲。高坂は震える手で商品をレジに打ち込んでいきます。彼の額には油汗が滲んでいました。先ほどまでの自信に満ちた態度は見る影もありません。すべての商品の入力を終え、彼は絞り出すような声で言いました。お支払いはいかがなさいますか？その瞬間を美咲は待っていました。彼女はハンドバッグから財布を取り出すふりをして動きを止めます。そして最高の笑顔を高坂に向けました。その前に一つだけよろしいかしら？はい。店の誰もが固唾を飲んで美咲の次の言葉を待ちました。そして彼女は静かに店全体に響き渡る明瞭な声でその切り札を切ったのです。私、このブランドの株主なんです。時が止まりました。高坂の目が信じられないものを見るように大きく見開かれます。彼の口がかすかに、と動きました。美咲は言葉を続けます。その声はどこまでも穏やかでした。創業者の哲学が好きで長年応援させていただいてるんですよ。今日は市場調査というか、一人の顧客として現場の空気を肌で感じてみようと思って勉強のために寄らせていただきました。彼女はそこで一度言葉を切り、慈しむように目の前の商品に目を落としました。あなたの接客、とても参考になりましたわ。ブランドの現状がよくわかりました。そして再び高坂の顔を見てにっこりと微笑みます。近々経営戦略会議がありますので、今日のあなたの素晴らしいご対応、責任を持って報告させていただきますね。その笑顔はどんな怒りの表情よりも恐ろしいものでした。高坂の手から天が滑り落ちる音が静寂の中に響き渡ります。彼の顔から血の気がさーっと引いていくのがわかりました。最初は赤くなり、次に白くなり、そして土経路へと変わっていきます。完璧だったはずのスーツが急にヨレヨレに見えました。彼はただパクパクと口を動かすだけで一言も発することができません。後悔、絶望、あらゆる感情が彼の顔の上で渦を巻いていました。彼が今まで築き上げてきたプライドと地位がガラガラと音を立てて崩壊していく。その瞬間を店にいた誰もが目撃したのです。美咲は何事もなかったかのように会計を済ませると、購入した品々を受け取り、優雅に一礼して店を出て行きました。残された店内には、呆然と立ち尽くす高坂と、事の成り行きを静かに見守っていた他の店員たち。そして、一部始終を見ていた客の一人が、ぽつりとつぶやきました。すごい人を見たな。店を出た美咲は、夕暮れの空を見上げ、深く息を吸い込みました。彼女の心にあったのは、単なる仕返しを終えた満足感ではありませんでした。そこにあったのは、むしろ、一抹の寂しさと、ブランドへの深い愛情でした。彼女は、ブランドを、心から愛していたのです。その歴史も、哲学も、職人たちの技術も。だからこそ、許せなかった。ブランドの顔であるはずの店員が、その価値を自ら貶めるような行為をすることが、人を見下し、値踏みするような場所に、本当の豊かさは宿らない。彼女が伝えたかったのは、きっと、そのことだったのでしょう。後日、ブランドの日本法人では、大規模な人事異動と、全社員を対象とした接客研修が徹底的に行われた、という噂が流れました。本社の株主から、非常に厳しい指摘があった、と。あの高坂がどうなったのか、知る人はいません。しかし、本店の接客は、以前とは比べ物にならないほど、温かく、心のこもったものに変わったといいます。どんなお客様に対しても、敬意を払い、ブランドの魅力を誠心誠意伝える。そんな、当たり前で、最も大切なことが徹底されるようになったのです。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。では、また、次の動画でお会いしましょう。